草間彌生を発掘し、この世に広めた男を知ってますか？そして話題の展覧会で見たこれ、あの映画に出てくるんです。年間1000カ所のアート巡りを動画で紹介するコウスケです。今回は話題のエットレ・ソットサス展、そして書くことと書くことという2つの展覧会について、他のメディアが展覧会紹介で語ってないこと、これを紹介するチャレンジ。この動画を見れば展覧会へ行けない方も動画で一緒にアート巡りを楽しめるし、すでに行った方やこれから行く方は公式サイトなどで語られてない視点を一緒に楽しみましょう。マイケルいました。チャンネル登録お願いします。京橋駅から徒歩5分。久々にアーティゾン美術館へ。ちょっと前まではモネ展で賑わってましたけど、人混みが苦手なのもあって避けてました。そんな私が今回行ったのはエットレ・ソトサス。魔法が始まるときデザインは生まれるという展覧会。入ってすぐ目を引くのはロイ・リキテンスタインの作品ですが、その下のこのベンチはソットサスのデザイン、そしてこの木枠もソットサス、この全体、この組み合わせがソットサスの作品っていうことみたいです。興味深いのはこれですね。紙が散らばってます。カラフルな柱も紙でできてるみたいです。行き過ぎた工業的合理主義や大量生産大量消費に疑問を投げかけたソットサスに呼応する空間設計ですね。今回の動画、他の人が言ってない角度で展覧会を語るチャレンジをします。早速まずこれ語りたいんですけど、このソットサスがデザインしたタイプライター、私の好きな映画に出てきたんです。2025年の映画、顔を捨てた男。おしゃれ映画の会社 A24 が手掛けたこの顔を捨てた男。俗っぽく言えば整形してイケメンになったら幸せになれるのかみたいな映画なんですけど、ほら、気になる女性に男がこのタイプライター手渡すんです。その後これがどうなるかっていうのも印象的なんですが、この赤いデザインがおしゃれですよね。地味なオフィスワークをする人々の心を解放したんでしょうね。初代 iMac が出た時と似てるのかな。白とか黒の地味なパソコンしかなかった時代にこんなカラフルなパソコンが登場したの衝撃でした。建築家デザイナーのソットサスがなぜ巨大な陶器の柱を作ったのか。戦争を経て世界にはカウンターカルチャーが広がる中で、ヒッピーカルチャーに傾倒して過剰な合理主義に疑問を持ち始めたんだそうです。その後インドに旅行してデザインは人の心を救うべきだと確信したんだそうです。で、誰も語ってないことを無理やり言うと、大巻真嗣さんのこの高松港にある作品を思い出します。これは高さ8メートルの2本の巨大な柱、パブリックアートですね。ただこちらは環境の可視化がテーマなんだそうです。高松の空気とか光の移り変わりとか。個人的にはソットサスの方がなんだか呪術的というか、宗教や祈りみたいなものを感じるというか、インドって聞いたせいもあるかもしれないですが、それから意外だったのが写真の作品があったことです。今回はアートじゃなくてデザイナーの展覧会に来たってつもりだったんですけど、こう見てみるとこの人アーティストだなって感じしますね。このメタファーってシリーズは写真とそれに添えられた言葉の作品です。このシリーズは大喜利みたいな、写真で一言みたいな世界ですね。今このタイミングだとサッカーワールドカップを思い出します。多分今回の展覧会の関連では他で語られてないこととして、調べてみるとソットサスは狂ったようにいつでもどこでも写真撮りまくってたそうで、フィルムカメラの時代に
南米12日間の旅行で1780枚も写真を撮ったり、あと女好きを公言してて、旅先で女性と性交渉した部屋を撮るシリーズがあったりとか、あとマルセイユで熱心に撮っていた古びた建物が実は密輸組織のアジトでバレてカメラを没収されたとか、そんな逸話もあるみたいです。さて彼はメンフィスという運動を立ち上げて、既成概念にとらわれない家具をデザインします。斜めの棚とか面白いですね。で、他で語られてなさそうなネタありました。メンフィスに参加した一人にイタリアを代表する建築家ミケーレ・デ・ルッキがいます。この人、私の中では芸術祭神戸六甲ミーツアートでおなじみなんですよ。会場の一つ六甲山サイレンスリゾートでは2025年の神戸六甲ミーツアートでも彼についての展示見ました。東京では2024年に六本木の2121デザインサイトで展覧会あったみたいですね。という日本とのつながりを紹介したところで、さらにソットサスの会社で働いてた日本人がいます。で、展覧会で紹介されてた人と別でタイガー立石さんという漫画家です。日本人の漫画家がソットサスデザイン研究所で働いてたって面白いですよね。シュールな感じの作風です。これは森美術館で2022年に見たものです。とやや脱線しつつ、エトレ・ソットサス展に関して他のメディアで語られてなさそうなことを話してみました。こういうのも面白いですね。実用性とか意味とかそういうことから解放された感じのデザインですごい好きです。さて、下の階へ。ここタイヤのブリヂストンの創業者石橋正二郎が創設した石橋財団が運営している美術館なので、そのコレクションが見られます。マティス、モネ、ピカソなどもあるんですが、今回これもとても興味あってここに来ました。滝口修造の書くことと書くことという展覧会。美術批評家で詩人なんですが、意外と今回の展覧会絡みで語られてないのは、彼が草間彌生を発掘した人ってことですよね。当たり前すぎるってことなのかな。でも知らない人からするとこの展覧会の最もキャッチーな伝え方って気がしますけど、滝口が1952年の文章でモダンアートの形式にとらわれず自己の生命的なエネルギーを画面に率直に吐露してるとか、この若い女性の作家がここに新しい出発点を見出したとか、草間彌生について書いてます。その目利きというか、あとプロデュース能力、そして当然文章力すごいんでしょうね。他にもジョルジュ・ブラック、ピカソなどについての批評もあります。デュシャンとか、あとマンレイもあります。で、そうやって批評家や詩人として文章を書く仕事をしていた滝口が絵画を描く方へ行くんですね。他者の作品を批評することへの疑問を抱き始めたんだそうです。文字、言葉での表現の限界ってことなんですかね。名選手は名監督にあらずの逆というのか、監督というかその批評家が自分で描いたらいい絵画を描けるとは限らないと思うんですけど、
絵画もこの人の場合とても評価されてるみたいです。絵画を描く技術というよりは批評ができるわけだから、作品のコンセプトをうまく作れるんでしょうね。ジョアン・ミロの作品に詩を組み合わせたものもありました。ちなみにこれは調べたことですけど、1940年にジョアン・ミロに関する世界初の論文を出版したんだそうです。で、戦時下にあってこれらの活動は特別高等警察に監視されて8ヶ月も拘束されたそうです。それと出版から26年後についにミロ本人と会うことになって著書を渡すと、遠い異国の日本人が26年も前にミロについて書いていたことに感激して肩を抱いたそうです。それで生まれた関係でミロの絵に滝口の詩をつけた詩画集が生まれるんですね。壁にもいろんな言葉がありました。滝口だけじゃなくアーティゾン美術館のいろんなコレクションが見られていいですね。滝口修造の展覧会について他で語られてないこと、これ2018年に東京国立近代美術館でやってた滝口修造と彼が見つめた作家たちという展覧会、私が行った時の写真です。こんな作品がありました。もう一つこの展覧会について他で語られてないことありました。最近 J-WAVE のラジオポッドキャストの Talk to Neighbors って番組で大好きな角堂まなみさんが出てたんですけど、その中で道とかで何か拾ってきて家に飾ってるみたいな話をされてました。で、滝口修造もいろいろ拾いまくるらしくって、家がゴミ屋敷みたいだったらしいです。アート批評家ってことに無理やりつなげると、他人が気づかない価値に気づく天才ってことかもですね。さて、電車で渋谷へ。次の目的地はここです。タワーレコード。私ね、ライバル店で昔働いてたんですけどね。このね、タワレコの中にビール売ってるんですよ。面白いですよね。ビールカウンターがあって、でこれね、酒粕のビールっていう珍しいものがありました。で、今回はマイケルのイベントやってました。マイケル・ジャクソン。この DJ チビチェルはマイケル大好きな DJ として知られてます。そしたらなんかね、マイケル好きの少年がなんか勝手に出てきて踊ってました。すごいね、マイケル好きがいっぱい集まってましたよ。無料イベントでめちゃくちゃ楽しかったです。DJ それぞれにただ普通にマイケルの曲をかけるだけじゃなくって、マイケルの曲の意外なリミックスとかもかけてて、すごい面白かったです。こちらは G リナさん。ビール飲みながらマイケル・ジャクソン最高です。なんかちびっこも前に出てきて踊ってましたよ。ムーンウォークすごいね。ちゃんと白い手袋してんだよな。そして大好きな DJ ムロさん。マイケルについて何か思い出とかってあります？私はね、正直聞いてたんですけど、あんまりすごいのめり込んだってほどでもないんで、私子供の頃にピアノとかギターやってたんで、どっちかっていうとダンスミュージックよりバンドが好きだったんですよね。でもマイケル大好きです。今聴いても素晴らしいですね。今回のアート巡りが面白かったという方はぜひ高評価ボタンやハイプを
そして感想などもぜひコメントください。このチャンネルでは視点というのを大切にしてるんで、私はアートの専門家ではないけど自分の感想や考えをお話ししますし、動画を見てくださったあなたの視点も、アートに詳しくない方でもプロの方でもぜひコメントで教えてください。どう見えるか、どう感じるか、その視点の違いが面白いですよね。他にも一つ前の動画はバズったアート展はどれかという動画だったり、その前は大阪でのアート巡り、ぜひチェックしてみてください。また次も一緒にアート巡りできるようチャンネル登録お願いします。